嘘。なんでや。なんで団長がこないなところでくたばらんとならんのや。フィーのことをことづけていたのも覚悟してのことだったのだろう。同心バルデルとの相打ちならば本人も満足しているに違いあるまい。だがやれやれ、間に合わなかったか。あんたは確か工房の人間やったか。我が工房の S ウェポンごひいきにしてくれて感謝している。これは提案なんだが、近くに偶然あるものがあってね。うまくいけばルトガー殿を蘇らせることができるかもしれない。あんた何を。はあ、うさんくさいと思うなら星座に話を持っていくだけだが、定員は一人。さてどうするかね。うまくいって何よりだ、ルトガー・クラウゼル殿。状況は分かっているようだね。ああ、どうやら俺は選ばれちまったらしいな。大いなる力のかけらの一つ、紫のゼクトールの乗り手に。いや、あんたのせいでそう仕向けられたというべきか。もともとあんたのところはうちと星座の両方に武器を下ろしていた。それ自体は構わねえが、バルデルとやり合ってる時にどうにも不思議なことがあってな。どうして俺もバルデルも3日3晩戦い続けられたんだ。加えて俺らがやり合った場所のすぐ近くに眠っていたこいつ、どうして俺らがそこを決戦の場に選んだのかいまいち思い出せねえ。なあ、あんた俺らをはめやがったな。よこせ、よこせ、我のものだ、その魂のすべて。毎晩毎晩よくぞ飽きぬものだ。まるで猛襲の塊。バリマールと比較するもおぞましい。灰など所詮単なる一騎。我の一部となるしかないクズ鉄よ。受け入れよ、獅子の心を持つ者。貴様こそ我が乗り手にふさわしい。ドライケルス。白金の己。まあよい、決して逃さぬ。たとえその魂が違う器に宿ったとしても。ドライケルス、今のは。久しいな、リアンヌ。あの頃のまま。いや、美しさに一層磨きがかかったようだ。褒めても何も出ませんよ。私のことはロゼから。ああ、お主の復活。人知れず帝国を離れたことも聞いた。悪情な娘だ。互いに添い遂げる誓いを捨てるとは。私の思いはいつでもあなたのもとにありました。イブリンとのお子たちも健やかに育ち、多くのお孫にも恵まれているとか。こうなせなくなった私にはそれを見届けられただけでも本望です。リアンヌ。さあ、
話してください。先ほどの名状しがたき闇について、いつどうしてあんなものに取りつかれたのです。僕はゲオルグ。もともと性は存在していない。工房長に選べと言われてグノームから G を取るだけにした。イニシャルが GG だとくどそう。ただそれだけなんだけどね。工房から出た時に記憶はフェイクと入れ替えた。それはそれで悪くなかったな。小説の登場人物になったみたいで、無意識で工房と定期連絡を取りつつ生ぬるい平和な友人ごっこに浸る。そういえば結社の白面から盗み出した暗示技術らしいけど、悪くはなかった。あくまでただの夢としてはね。クローをよみがえらせたのだって知性として効率を重視したからさ。工房長には嫌味を言われたけど、総国にふさわしい候補には違いない。そう、理由はただそれだけだ。アンの扱いにしたって、カレージャスの保険にしたってね。よしよし、いい子ね。優しい顔立ちは君にか。俺に似ずに何よりだったな。それはそれでモテて大変かもしれないが。そうですね。あなたにもちゃんと似ていますし、あなたに似て鈍感なところがあるとこの子も周りも大変そうですけど。そういうところが愛おしくて大好きということです。気をつけて、あなた。お役目頑張ってくださいね。ああ、行ってくる。ガシャ、それにディーンも。あれから180年。彼が世に出て30数年ですか。素敵な奥方に健やかなお子。もう心配は不要のようですね。ですがかの闇は消えていないはず。あの方からの誘い、改めて考えてみるとしましょうか。まったくもう相変わらずなんだから。まあどんな研究か知らないけど、あなたなら間違いないでしょ。でも週末には戻ってきてね。アリサや父さんが寂しがってるわ。ああ、分かってる。愛しているよ、イリーナ。何をやってるんだろう。僕は妻や娘を放っておいてこんな兵器の構想を練って。最近妙に頭痛がするし、いつの間にか寝ている時もあるな。RF のクリニックに見てもらっても特に異常はないみたいだけど。パンツァーゾルだ。画期的な発明にはなりそうだな。博士が卒業論文として認めてくれるかどうかはわからないけど。卒業論文？どうしていきなりそんな。私はここから去ろうとしているのか。そうだ。目覚めるがよい、フランツ・ルーマン。すでに王は手に入れた。あとは下僕の長を揃えるだけだ。己の使命を受け入れるがよい。
します。フランツ・ラインフォルト様。ミクラウヘビが執行者ナンバー9国士戦域と申します。ノバルティス博士と契約された研究成果の引き取りに参上しました。フランツ様、13工房に属されている。ああ、そうだ。いや、そうではないな。それは仮初めの名だ。私の真の名は他にある。1000年にわたり受け継ぎし、大いなる存在の下僕としての名が。何を？ちょうど潮時だ。君が訪ねてくれて本当によかった。研究成果の引き渡しは拒否する。では存分にやり合うとしようか。思えば数奇な人生だった。北部の地主の家に生まれながら雪崩によって家族を亡くした少年期、縁あってユミルの男爵家の世話になりつつトールズ士官学院に入ったこと、大勢の友を得つつ任官し、上官や後輩たちに恵まれたこと、みそじを過ぎて彼女と出会い、生やされつつも祝福され結ばれたこと、その間もその声は折を見てささやきかけてくるのだった。ようこせ、ようこせ、我のものだ、すべて。ああ、心地よい。誰にも相談できず心の奥底に封印し続けてきた声。結婚後息子を授かってからほとんど聞こえなくなり安堵していたが、最悪のタイミングで再び語りかけてきたのだった。よかった。あなたが無事で。お願い、どうかどうかあの子だけは。どうしてだアランドール。母ちゃんが、息子が何をした。襲うなら俺を襲えばいいだろうが。女神よ、いやあくまでも何でもいい。この身がどうなろうと構わないから、俺たちの息子を助けてくれ。その言葉を待っていたぞ、ドライケルスよ。200年待っていた。今度こそ灰ではなく我が乗り手となるのを受け入れるがよい。さすれば幼子の命は助けてやろう。貴様、うわ、そうか、貴様が全てを。いいだろう、この魂と肉体貴様にくれてやる。代わりに息子を、リーンを助けろ。黒の鬼神イシュエルガー。